ございます。おはようございます。よろしくお願いしまお願いしす。ます。開けます。この店はどれくらいやられてるんですか？もうすぐ7月で12年になりますね。始めたきっかけみたいなのあったんでしょうか？始めたきっかけ、もともと本当はラーメン大好きで、自分が50過ぎたぐらいに、本当はラーメン始めようかなと思ったんですけど、いろいろご縁があって、この場所が空いたもんですから、急遽やることになったっていうのがあるんですけど、自分はちょっとその旨味調味料を使わないラーメンが好きだと思うんですから、それを作りたいなと思って、ずっと素人の時にも試作を重ねてたんですけれども、この機会だからやるかっていうことで始めました。これ今何を作ってるんですか？これ肉味噌です。肉味噌。何に使うやつでしょう？チネサンタンメンですね。これは今何を仕込んでらっしゃるんですか？今日の米ですね。11号今日取ります。この仕事始めてもう10年以上という話されてましたけど、はい。今までで一番苦労したこととか、この仕事辞めようかなと思ったことがありますでしょうか？もう何回もあります。で、一番大きいのは皆さんも共通してると思うんですけど、コロナですね。あの時は何回も店辞めようかなって正直思いましたね。最初の頃って全然わからないもんですから、普段と変わらない仕込みをして、お客さん少なくて、一気に来ちゃって、物捨てての繰り返しが多くて、何のために仕事してるんだろうなって思ったりして、で休業要請があって休まなきゃいけなかったりで、補助金は出たんですけど、結局のところ休業要請明けた後も1ヶ月くらいお客さん全然戻らないもんですから、本当あの時はいろんな意味で苦労したし、なんでこんなことやってるんだろうって思いましたね。コロナ明けてから最近の様子はどうですか？もう時代が変わりましたね。全然コロナ前とコロナ後ではもうお客さんの流れが全く変わってしまったっていうのが実際のところで、こういう小さいお店は特に夜ですね、夜お酒を飲む方とか夜出かける方っていうのがすごく減ってきて、マスコミでも散々言われてるんですけど、物価高だから外食を使いましょうみたいなのがだいぶ騒がれてて、人手が少ないっていうのが現状ですね。この塩印自体はどうなんですか？塩尻はこの大門は一応オフィス街なので、昼はもうコロナ終わってからほぼ 100% に戻ったんですよね。夜はちょっと良くないですね。氷を入れるとなんかあるんですか？氷を入れると急激に沸騰温度が上がらないもんですから、ぜひご自宅でもやってください。米がふっくら炊き上がりますので。大体今4号これ入れてるんですけど、4号でこのくらい。で、にがりを少し。これで、こっちはセット完了です。アッパンの具の下茹でです。椎茸とタケノコです。これは白髪の方です。
汁なし担々麺使うラー油ですね。ラー油。はい。自家製。自家製ですよ。これはですね、実は俵チャーシュー握りの酢飯を作ってます。先ほど化学調味料の話されてましたけど、はい。お店としてのこのこだわりとか、なんか仕込みの上で気をつけてることなどあれば教えていただけますか？そうですね、さっき言ったように化学調味料を使わないっていうことと、できる限りタレが少し寿司の粉が入ってるんですけど、全部自前のタレなんですけどね、なるべく自分で作ったもので調理するっていうのをまずこだわりにしてますね。この後ネギ切るんですけど、このネギも実はこの時期あんまりネギ坊主がね、この時期ってできるんですよ。その時期っていうのはとう立ちっていうと本当はネギがあんまり良くないシーズンなんですよね。これから7月まで。なので何をするかっていうと、通常よりもネギの幅をかなり細かく切って、お客さんの食べても食感が悪くならないように切るとか、そういったことにすごくこだわりを持ってやってますね。ネギなんて混ぜちゃったり、一口で食べちゃうとわからないんですけど、嬉しいなと思うのが、お店に覚えてもらうと嬉しいじゃないですかね。だからなるべく何回か来るお客さんの顔とメニューがいつも一致してるんであれば、なるべく早く覚えたいなと思ってやってます。これ何が違うんですか？これが開店した当時の包丁でちょっと短くなったものですから、これが開店10年で買った包丁で、これも1年ちょっと使ってるんですけど、全く同じもの。はい、全く同じものです。ペティナイフみたいな。包丁って毎日研ぐんですか？仕込みで切るときには必ず研ぎますね。ネギなんかは特にきれいに研いでおかないと、包丁が切れると、ネギ切ろうが、玉ねぎ切ろうが、目に染みないんですよね。毎回手入れしておくと、包丁を研ぐ時間が短くて済むっていうのがありますよね。このお店はどういう客層の方が多いんでしょうか？平日の昼はまずサラリーマンの方が多いですね。いわゆる常連さんっていうか、よく来る方が7割、8割くらい占めてるんじゃないですかね。で、残りの2、3割の方がご新規の方だったり、昔来たからもう一回来たとかっていう、そんなお客さんの構成かな。これからじゃあネギを。そうですね、今これでネギを切ってきますけれども。ちなみに今仕込みのいい匂いされてますけど、はい、このお店の看板メニューというかおすすめメニューもしありましたら教えてください。そうですね、今汁なし担々麺、汁なし味噌担々麺の2本柱ですね。特に自分の中では人気メニューみたいなこういうのありますけど、そこにも書いてあるように汁なし味噌担々麺が今一番人気なんですが、それが嬉しいし、自分の中で本当に一番推してますね。多分全国的に見てもそんなにないんじゃないかな。広島の方式の汁なし担々麺で味噌味っていうのがほぼほぼないかなっていう気がしますね。出来上がるまでにすごく時間がかかったメニューなんで、そういう意味で可愛いし、すごく大事にしてるし、人気でいてくれて嬉しいな。どうして汁なし担々麺やろうと思ったんですか？今もその流れのお店があるんですけれども、松本の吉川小屋っていうところに、私がサラリーマン時代に栗松さんっていうお店があって、そこ本当に週1、2回好きで通ってたんですよね。でそのお店が広島で勝負するって言って松本から出てしまって、広島に行っちゃって、
取り寄せでしかそのラーメンが食べられなくて、うちの店始めて1年経ってちょっと落ち着いてきた頃に中心地方でも食べられるように汁なしのためにやるかっていうことで始めたのが最初なんですけども、汁なしのためやって1年くらいしてからちょっと味噌味もやってみたいなということで汁なしの味噌をやるようになったんですよね。汁なしの味噌珍しいですよね。いやー、多分私も結構ネットでも検索するんですけど、汁なしの味噌自体っていうのがほとんどヒットしてこないんで、全国的にも珍しいんじゃないですかね。ちなみにこの刻んでるネギも汁なしに使う。そうですね、汁なし醤油ラーメン両方とも使いますけど、汁なしをこう混ぜて絡めて食べていくもんですから、なるべく細かく切りたいんですよね。包丁がね、切れると麺切ったものが痛くないです。このお店始める前に修行とかされたってことですか？修行はね、実はしてないんですよ。私独学でやってるんですよね。お恥ずかしい話、どっかで修行してその師匠さんのレシピがあってそれをやってっていうことではなくて、もう脱サラの独学です。私はサラリーマン時代からラーメン大好きでいろんなもの作ってやってて、当時アメーバブログってブログがあって、食べたお店ですとか自分の作ったラーメンとかをアメーバブログにアップしたんですよね。こんなこともやってました、実は。ネギ坊主がこの中にいるんですけど、こいつが遠立ちしていくんですよね。これは取ってあげるのと、この芯があるものですから、こいつをなるべく細かく切っておきたいっていう。なんでここで開けて見ると、この辺に芯があるの分かりますかね。これもう出ちゃった後なんでしょうけど、そういうものをなるべく細かく切っておいてあげると、食感も悪くなって。これは背脂ですか？背脂です。何に使うんでしょう？背脂醤油ラーメンですね。片栗粉を手につけて、はい、手袋を入れると手が多少湿っててもこのゴム手がシッと入るんでおすすめです。これから何されるんですか？これから俵チャーシュー握りを握ります。6個作るんで5、6グラムくらい余裕持って一緒に作ったんですよね。祝日なんで胡椒も入ってません。祝日は胡椒を入れない。はい、子供さん召し上がる確率が高いんで、土日祝日は入れずに、平日はこれにちょっと胡椒が入ってます。で、大人が食べるってなると、土日祝日は後から取りようにして調整をしてます。魚とお寿司と違いとかあるんですか？シャリ自体が違いますよね。チャーシューで炊いたタレをシャリ生に混ぜてるんで、ちょっと茶色いで、わさびとかは入れずに握りますね。オープン当初これ1個60円で売ったんですけど、
計算したらどうやっても分かると思うんです値段はだいぶ変わります。今日のまかないです。今日はまかないと一組ちっちゃい女の子なんですけど、みょうがが好きな子がいて、やっこにみょうがを乗せてくださいっていう小学校1年生ぐらいの女の子がもしかしたら今日来るかもしれないんで、それも含めて余りの部分をまかないで頂戴しようかなと思ってみょうがを切ってます。ランチの冷しゃぶ丼っていうのがあって、その時もこれやるんですよね。自分で作ったきゅうりでやります。調味料もそういう化学調味料とか気にされるんですよね。そうですね、もう極力ないものを使いたいと思って使ってます。汁なし担々麺の山椒とかにこだわりとかあるんですか？あれはそうですね、麺の汁物と同じところから入れてるんですけど、中国から直送してもらってるみたいですね。四川山椒って熱に弱いんですよね。熱で風味が飛んじゃうんで、中国の工場自体が熱の出ない裁断機で潰してくれてるみたいで、非常に風味いいですね。今日の冷しゃぶ丼のタレですよ。どうぞ。もうさっぱり。きゅうりともう合いそうなの分かりますか？よし。冷水にはさらしません。自分も外食もするし、お客さんになり得ることがあるんですよね。でそういう時に感じがいいお店だなとか、美味しいお店だなっていう、やっぱ自分もそういうお店にしたいなで、お客さんもそういうふうに感じてもらえたらいいかなっていう思いですかね。お客さんっていうと、自分の仕事もそうですし、いろんなことを成長させてくれる人かなっていう、それに尽きるのかな。とにかくコロナの時ですって話をしたと思うんですけど、そんな中でも足運んでくれたお客さんもいらっしゃって、常連さんもいらっしゃって、頑張ってねって言ってくれたりとかしてね、すごく励みになったんですよね。で、ものすごく助けてもらったもんですから、ちょっと今はその恩返しの時間かなと思ってます。
お倍盛りで。じゃあはい。ダイヤモンドは1、汁なしの通常、じゃあ1からにしようかな、今日。醤油ラーメンで。はい、俵を3つお願いします。はい。はい、以上です。はい。すみません、はい、醤油ラーメンのメンマの辛味どうしましょう。辛味。いらない。はい。はい。はい、お待ちください。よく来られるんですか？はい、開店何年になるんだっけ11年半ぐらいということで、最初通帳もらってびっくりしたんですけれど、来てみたら2世代にわたって来れるような店になってます。ランチの時はやっぱ働いてる方もそうなんですけれども、お昼食べられるところがあるないっていうのはすごい重要みたいで、ここの地元にとって結構大事なお店になってるんじゃないかなっていうふうに感じます。ここに来たらこれを食えみたいなおすすめメニューありますでしょうか？汁なしの通常の5辛ですね。3辛以上はもう感じなくなるそうなんで、3行くんだったら5行ってください。そんな感じですかね。あと塩山賊、これが今新しいですね。週末しか食べれないやつがあったりするので、それも狙ってくるならぜひ夜とか週末で来ていただければいいと思いますね。はい。失礼しました。俵さん行ってね。これ2かな？汁を後混ぜする汁なしって珍しいんですよね。普通丼に汁張っといて麺を入れるんですけど、うちは汁を加熱して温めるものですから、汁が後混ぜになる汁なしとしては珍しいスタイルです。1から2。よく混ぜて、結構すするとむせちゃうんですよね。お気をつけください。俵を食べる。いつもの味で美味しいです。いっちゃうか。いっちゃう。そうです。とろっととろり。
よく混ぜてお召し上がりください。魚介が魚介が見た目よりあっさりしてだそうです。美味しいです。ぜひラーメンのサイドメニューに頼んでいただければご満足いただけると思います。よろしくお願いします。分けます。混ぜてこれ締めのご飯ってことですか？締めご飯ですね。ズズズ。これでパーフェクトですね。久しぶりに食べたけどね。ちょい飯。今日どうでしたか？いやー、一からなのに汗が出ましたね。また食べるスポーツですね。ぜひね、5から行ってください。台湾混ぜそば美味しいです。おすすめです。おすすめです。見た目よりあっさり、それもう終わっちゃいます。終わっちゃうか。美味しいです。よろしくお願いします。お願いします。ごちそうさまでした。いただきます。彼は左利きです。はい、お願いね。この店よく来られるんですか？来させていただいてます。今日はちなみにメニューはいつものっていう感じですか？いつものです。これ味噌ですか？味噌です。の4から4から結構辛い。結構辛いですね。なんかこの店に来たらこれ食っとけみたいなおすすめあれば教えていただければと思うんですけど。汁なし味噌4から大盛り。大盛り温玉追い飯です。あ、この辺ですね。もうすべてセットになってるんですね。もう本人最近メニュー言わないもんだから忘れてた。いつもので。最高ですね。追い飯は必須ですか？間違いないです。この残ったタレを絡めて。自称ですけど、多分長野県で追い飯っていう言葉を定着させたのは多分うちの店です。はい。それまではライスショーとかライスしかなかったです。美味しいですね。どうでしたか？美味しかったです。また来ます。ありがとうございました。ありがとうございました。本当に。今後この店どうしていきたいですとか、何か抱負などあれば教えてください。もともとこのお店を始めたのが、うまみ調味料を使わないでラーメン作れたらなっていうふうに始めたお店なので、今後もそれありきでいきたいかなっていうのと、英語で MSG っていうのがうまみ調味料の略らしいんですけれども、欧米に行くと結構中華料理のお店でノー MSG、うまみ調味料使ってませんよっていうお店もあるみたいなので、悪いものじゃないんですけれども、使いすぎるのが良くないと思うんですよね。皆さんがもっと興味を持って、自分が食べてるもの、普段口にしてるものに
どのくらい入ってて、どれだけの種類に入ってるかっていうのをみんながこういう店でご飯食べて意識していけるようになったらいいかなっていうのが、今後どうしていきたいかっていうところですかね。うまみ調味料ってなければこう商売としても成立しないと思うんですが、その使い方とどのくらい使ってるか、何に入ってるかってことはもっとみんなが分かった方がいいかなと思います。ありがとうございました。